皆さんこんにちは。多分最終回な旅の続きやっていきます。あら、おはよう。昨日は、お楽しみだったみたいね。お互いの体液まみれでしたそんなことは。おやおや、少年は楽しくなかったというのか？あんなに私を貪っておいてなんて言いようだ。そういう意味じゃないですけど。あらあら仲のいいことで、さ、行くわよ。どこだここ。寒い。それに、酸素が薄いな。標高がだいぶ高いのか。そうね、ちょうど島の前よ。エベレストの標高こっちに来てごらんなさい。空に、神殿が浮いている。神様とここに母が封印されているのか？いいえ、直接ここに封印されてるわけではないわ。うわなんかすごい施設出てきた。正確にはこの島の地下深く、ちょうどこの場所の遥か下にあなたの母親は眠っているの。たとえ竜族といえど、絶対に内部からは抜け出すことができないように、物理的に、そして魔力的にも厳重に封印されているわ。そしてこの聖堂は、封印されているリブから漏れ出る陰気が、大地を侵食しないようにするための煙突のようなものね。もう陰気まみれなんですが。地下から流れてくる陰気を浄化し、島に影響が出ないように天使たちが天高くへ排出しているの。あれ、でも地上にも陰気が流れてるし、ここなんてもう見渡す限りピンクの煙が。そうね、年々溢れる陰気の量も増えてて、浄化が追いつかなくなってるわ。ただの散布天使たちも陰気に侵されて人手不足、ついには先バスまで集まってくる始末よ。天国みたいな場所なのに、まるで地獄ですね。終わりだよ。さて、現状を理解して、あなたたちはそれでもリブの封印を解いてしまうなんて言えるのかしら？逆に聞くが、どうしてあなたは協力してくれるんだ？一応守護者なのにね。まあ、このままじゃ、島に未来なんてなさそうだしね。私たち、妖精族はこの島の森でしか生きられないからね。悶々としたまま現状維持を続けるよりは、大穴でも面白い方に書きたいのよ。そうか。では期待通り、番狂わせを起こしてみようか。勝手なことを言わないでください。この声は？そもそも、あなたたちがこの島に来る侵入者をきちんと処理していれば、こんな事態にはなっていないんですよ。スケおっぱいする服装してるのエイチですね。レイン、なんでここに？それは私のセリフです。貪欲の邪竜に見せられて島に来た侵入者を排除する。それがあなたたちの役割でしょう。オス以外で性欲を解消する方法。あなたがこの場所にいる理由はないはずですが、ましてや島への侵入者まで連れてきて。やはり私の判断は間違っていなかったようですね。島を外界から隔離し、徹底的侵入者を排除しなければ、今頃どうなっていたことか。海に化け物配置したのは天使様のやっぱり島に侵入者が来なくなったのは、あんたたちのせいなのね。当然の処置でしょう。島を守るべき守護者たちがこのありさまなのですから。何よ、ちょっと地味するくらいじゃない。それともあんたは思春期の男子に、何だけで我慢しろって言うの？相手を性転換してまで言うんじゃないですか。けどねこの人。そうね、いいかも。これは私の例えが悪かったわよ。あなたの冗談に付き合ってる暇はありません。今は。時間あるときは冗談言い合うな。ついに来たか、天使様。私に負けずなかなか神々しいじゃないか。この人が、天使様。はじめまして。対面では久方ぶりですね。竜族エーファ。つい最近、書面でこちらの意思を送っていたとは思いますが。お手紙は、そうだ、羊が読まずに食べてしまったんだ。うちには羊の羊がいるからな。確かに今頃さすがは竜族、道理を期待するだけ虚しいですね。では改めまして、私は天使長レイン。まあ天使長なんて言っても、ただの中間管理職のようなものです。日頃のストレスや世界の調和と均衡を保つと言いつつも、神は私たちが世界と深く関わることを良しとしない、種の自立と自主性の問題でしょうか。私たちの意志では大きく世界を変えることが許されない。そして私たちと異なり、世界を変える力を持ちながら、強く世界と関わることができるのがあなたたち竜族。それが親子揃ってこの低たらく。姫様はまだマシなのでは？あなたの母、竜族リブの時はどれだけ大変だったか。何度打点してしまおうかと。それは、まあ本当に、なんというか、申し訳ないが。お前も大変だな。そもそも強大な一個体の手を借りなければ、まともな均衡を保てないこの世界がおかしいんですよね。ああ、まったく、ブツブツ。なんだか、すごく苦労している感じですね。手紙の返事くらいは書くべきだったか。ついイラッとしてしまって。まあ、今更何を言っても仕方がありません。一つ一つタスクを解決していきましょう。まず書面の1点目の内容について、あなたの後輩相手についてですが。ああ、それについては必要ない。必要ない。竜族は一匹一匹がそれぞれの領土を持っており、接近するだけでも多くの困難があるのですが。いや、相手は竜族ではない。ここにいるプフェルだ。人間だし基本的に私の屋敷にいるから何も問題ない。ああ、最高。何も言ってこないな。沈黙はどうぞってことでいいのか？なんで人間なんいえかとか思って。これは驚きすぎて言葉が出ないパターンです。まあ、
いいでしょう。今のあなたに何か言っても話が進みません。続けます。2点目、まさにそこにいる人間族プフェルについてです。僕ですか？あ、俺諸原因について書面には記載していませんでしたが、もうご存知の通り、竜族リブの影響により、今現在この島から超広域に漂う陰気が発生してます。この陰気は、か弱い純血の人間には特に強い影響を与えます。また、竜族リブは人間のオスを特に好んでいたため、万が一、封印に近づいた時のことも考慮しなければなりません。人間大好物以上のことより、人間族プフェルの保護、隔離を実施します。一刻も早くこの場所から引き離したいと思っておりますので、このまま、私たちに引き渡すことを了承していただけますでしょうか。僕連れて行かれちゃうんですか？いや、無理。これについても問題ない。今、プフェルには私の力の一部を与えている。その結果、普通の人間と比べてか弱いとは言えないくらいには強くなっている。それでも相手が悪すぎる。私の母についても大丈夫だ。ちょうど話したいことがあったから一度封印は解くが、改めて私が陰気の漏れる隙間もなく封印してやろう。言いたいことはそれだけですか？ああ、わかりやすいだろう。はあ。反応からしてダメそう。では私から質問してよろしいでしょうか。おう、なんなりとするがいい。強靭な肉体、絶大な魔力を持つ者でも影響を受けるこの陰気、現に、あなたもその影響下にあるように見えますが、この少し力を得ただけの人間が耐えられるという保証は、定期的にプフェル君別にないが、大丈夫だ。プフェルは私のためなら頑張れる男だ。もう一つ、私が知る限り、リブは歴代竜族の中でも群を抜いた力を持っていました。実の娘であるあなたも相当の力を持っているのでしょうが、それがリブを封印しうるだけの力とは到底思えません。私一人だけではない。私にはプフェルがついている。愛の力で姫様、えへへ。話になりませんね。提案を却下します。これからのことはまた書面で通知いたしますので、あなたたちは即刻この島から退去してください。やっぱりダメか。断る。ここまで来て何もせず帰るわけにもいかないだろう。止めても無駄ということですか。はあ。わかりました。では。ずいぶんあっさり引いたわね。何があったのかしら。考えても仕方がない。むしろ、泳がせてくれている今がチャンスだ。さあ行こう。私はここまでだから、この陰気は私でも長時間は耐えられないからね。お疲れ様です。ここまで来たんだから最後までやっちゃいなさい。あの天使に似るもの見せてやろうじゃないの。頑張ります。舐めさせてやるぜ。臨界点に行けますよ。いつものテンテロテッテッテッテンくん帰ってきて。生き返れ、生き返れ。スキルを覚えたのでまた少し画面を小さくしてやっていきます。この先か。私と同様の魔力の気配がするな。そして、封印の結界が貼られている。どうしましょう。これは。舐めるなよ。この程度の結界、私にとっては造作もない。さすが姫様。さすがです、姫様。やっぱしかし、これだけの魔力を消費すると、少し腹が減ってしまうかもな。何か食べるものを探してきてくれないか？こんな場所に食べ物でも姫様を一人置いていくわけには。姫様。入れ。なんか言ったか？ 1500ダメ連い発えとか何も一人でも大丈夫そうですね。プフェル君のクリティカルでやっと100ダメくらいなのに、さすが頂点捕食者って感じ。それじゃ姫様の小腹たしのために食べ物探しましょ。人間のオス？なんでこんなところに。これは、今すぐ保護して、しっかり調教しなければなりませんね。天使族もしっかり陰気の影響を僕だって一人でもやれるんです。モブ天使戦ですね。ブラドズの通常攻撃で倒していきましょ。ブラドズ君の通常攻撃は瞬間移動しながら攻撃できるので普通に強い。何か落ちてる？アイテム、マナ肉を手に入れた。うわ見た目の色やべえ。マナ肉？まあ、肉だし、大丈夫だよね。めちゃ青だけど。ブルーハワイに浸しておいたのかな。嘘、こんな場所にオスがいるわ。人間のオスが。白い液体、オスの白い液体。姫様があんなに強いんだ。姫様の力を借りてるんだから、僕だって。さてサキュバス戦ですね。なんか場所の雰囲気に合わせるために修道服着てるけど、シスターと真反対な存在のサキュバスが修道服着てるのなんかいいよね。何か落ちてる？アイテム、牛乳を手に入れた。ものすごい量のカルシウムが入って多分牛乳だよね。サキュバスさんたちが落とし、すごいオーラが出てるけど。サキュバスさん牛乳の可能性出てきたな。さて行ける場所は行ったので姫様のところに戻りますか。おお、ちょうどよかった。たった今封印が解除できたところだ。何か見つけたかい少年？はい。
一応。お肉の見た目は確かにそこはかとなくいい香りがしておる。どれどれ。あ。もぐ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 。見た目とか気にしないで大丈夫かな、あんなの食べて。なんだその顔は、食べてはダメなものを取ってきたのか？そういうわけじゃないですけど。どうぞお楽しみくださいませ。ふふ、冗談だよ少年。実に美味で、私好みの味だった。いや、我々、龍が好みそうな味と言うべきか。というとやはり本当にいるのだろうな。この先に、私の母が、これは捧げ物か何かなのかな？大丈夫です。僕も一緒ですから、二人なら何でも大丈夫です。そうだな、私には少年がついているものな。それでは扉の先に進みましょ。あれ中、すごく暗い。ふむ、ここにスイッチのようなものが。うわ、なんか起動した音は聞こえたけど、すごい、動いてる。エレベーターに見えるし今ここを移動してる？足元に気をつけるんだぞ。私の目でもそこはまだ見えないからな。怖いなら、私が抱っこしてやろうか少年。大丈夫です。このくらい平気です。そうか、残念だ。プフェルは抱き心地がいいのだがな。僕も、もう子供じゃないんですよ。いや私が好きなんだよ。肌と肌が触れ合う感触がな。案外そのためなのかもな。竜が人の形を模すのは。姫様。後でいっぱい。僕もキューってします。それは、ベッドの上で、裸でならということかい？そういうわけじゃないですよ。この魔力の態度を。何か起きたんです。危ないですよ姫様。そんな端っこに行っちゃ。まさか、ここまでの強行手段に出るとは。邪竜封印から解放された？この気配、あの子たちがやったのね。そもそも封印自体解けないんじゃって思ってたけど、さすが邪竜の血族、やるじゃないの。姫様の満腹も解けましたってなんかレインさん。私もそう望んでいましたよ。あれ、レイン、今まで一体どこに？詳細な説明は省略します。現存するすべての種族に即刻島から離れるように通達してください。一体何始める気だこの人。何よ急に。どういうこと？きっと私ではあの竜族の娘は止められなかったでしょう。貪欲の邪竜の封印は間違いなく解かれます。そうなれば今後世界にどれだけの被害が出るかわかりません。そして私は世界崩壊レベルの危機に際して全生物の 5% 以内までの被害であれば強引な手段を行使することができます。一体何の話よ。さらに何か大きな気配が。昼に星。まさかこの島に惑星ぶつける気か？はるか昔、文明も開かぬ古代、知能も魔力も持たず、強大さと強靭さのみで世界を支配した竜族がいました。これ恐竜のこと言ってるのかな？あれはそんな竜たちの頭上に降り注いだ慈悲なき神の鉄槌です。降るって空からあれが嘘でしょ。私が用意したものは神のものと比べるまでもなく小さいですが、この島を丸ごと地図から消滅させるには十分すぎるでしょう。いや、あんなのが落ちてきたらこの島どころの話じゃないでしょう。あの邪竜が解き放たれるのであれば今ここで間違いなく塵も残らず消し去ります。その結果、たとえどれだけの犠牲が出ようともです。以上の話を踏まえてもう一度だけ言います。現存するすべての種族に即刻島から離れるように通達を。なんてことを。姫様？姫様？こんな場所では危ないですよ。降ろしてください。私の腕の中ほど安全な場所はないだろう？何が不満なんだい？後でって言ったじゃないですか。そう細かいことを言うな。もしかしたら、後では遅いかもしれないからな。これが最後の抱っこになるかもしれないのか。メルトダウンが解放されました。臨界点からそうでしたけどステージ名が重々しい。心の準備ができていなければ戻ってもいいぞ。ポーションと体力回復に一旦拠点に戻ります。補給したので先へ。あれだな。もう魔力を感じるまでもなく、見た目でも十分わかる。邪悪感がすごい。すでに封印は解いてあるから、すぐに飛び出してきてもおかしくないぞ。もう解いたんです。もうですか？まだ心の準備が。ふわー。ほら、なんかはわわわわわ。今は封印じゃったが、ついに解けおったか。さすがわしの力じゃ。いえ、封印を解いたのは私ですよ、お母様。お主は？随分と大きくなってはいるが、まさか、エーファか？そうですよ、お久しぶりです。竜にとって十数年など刹那に等しい時間じゃ。そして、そっちの小僧は？プフェルと言います。もともとはこの島の人間ですが、今は私の執事をしています。こんにちは。お
なるほど、あの時の生き残りか、道理で。美味しそうな匂いがするわけじゃ、あの島にいた人間たちは、特別ぬくらいごたえがあったからの。何も考えず食いまくった結果プペル封印されても、悪時期は治っていないようですね。その口ぶり、わしが何をしたのか知っているようじゃな。よちよちと後ろをついてきていた時から少しは成長したみたいだのう。別にあなたのように、好き勝手には振る舞っていませんよ。邪優と呼ばれるなんて、とてもとても。力を持つ者が欲望のまま生きることの何が悪いのじゃ。そもそもわしに責められる言われはないはずなんじゃがのう。人間たちに、食物を与え、求められるまま交わり、土地を制し安全を与える。人間たちの食欲、性欲、睡眠欲を満たしていたんじゃぞ。強大な力を持つ優として、ふさわしい振る舞いであろう。最終的に騎士に勝りますね。天使たちが危惧するのも納得です。生きてることのめちゃくちゃさが、すごく姫様のお母さんって感じだ。何か言ったか？本当に何も言ってないんですけど。こんな時わしには全く似ておらんぞ。つまらぬ奴に育ったものだ。やっぱりお母さんもナチュラルに心を読んでくるんだ。母親譲りでしたか？して、何の用だエーファ？なぜわしの封印を解いた？その口ぶりでは、わしを助けに来たというわけでもあるまいが。そうですね、天使たちにも悪いので、手短に要件を済ませましょうか。改めて、ここにいるのはプフェルと言います。この島から出て以来、私の執事を務めています。それはさっき聞いたぞ。なんだ？わしへの貢ぎ物でも持ってきたか？まだまだ青臭さはあるが、なかなかにうまそうなオスだのう。いえ、プフェルは私のですよ。あなたに渡すつもりはありません。プフェルは私のつがいにするつもりですのでね。人間のオス一人に随分と入れ込んでいるではないか。お互いの体から、混じり合った固有へ匂いがプンプンとしておるのう。というわけなので、安心してまた封印されてください。でもお話したいことはありなんです。どういうことじゃ？全くもって理解できんぞ。ですから、このプフェルを私のつがいとして決めましたので、ご報告に伺った次第です。まさかこのためだけにアベイユの封印解いたんですか？まさか。それを言うためだけに、わしの封印を解いたのか？姫様？本当にそうなんですか？どうなっちゃってんすか？国理。どうすんだろこの状況。いいんですか？そのために。こんな、封印とか解いちゃって。まずかったかな。プフェルのことをちゃんと伝えた方がいいと思って。変なところでグッ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 。姫様。我が娘ながらなんと愚かな女よ。で、どうなんですかお母様、私たちのことを認めてくれるんですか？認めるどころかそうじゃのう。まあ別に好きにすればいいとは思うが、一つ条件があるな。条件？そのオスの味見をさせろ。味見って、それは、なんていやらしい。そんなのダメに決まってるでしょう。そうしたならば、このまま封印されてやってもいいぞ。絶対味見した後暴れるぞこれ。何の賞賛があったかは知らぬが、人間と力を分け合った身でわしに勝てるとはさすがに思っておるまい。このままでは天使たちの顔を潰すことにもなるじゃろう。悪くない取引だと思うがのう。まあ仮にプペル君たちに僕は、もし姫様がそうしろと言うなら。ダメだ。でも、戦っても勝てないのなら。なんというか。そうするのは単純に私が嫌なんだ。姫様が嫌ですか？それは、僕も頑張らないといけないですね。主が頑張るなら従者も頑張るしかねえ。何やら乳くり合っておるが、十数年で乾ききったわしをどう止めるというのだ？感じたであろう？圧倒的な生物の差というものをな。姫様。やべえ。賞賛はありますよ。一体どんな作戦を？何？なんですか？教えてください。お母様が本気を出せば、当然プフェルは一瞬でチリと化すでしょう。しかし、それはできませんよね。この島にはプフェルの他に男がいないのですから。つまり？何を言い出すかと思えば、別に男なぞ星の数ほどいるであろう。島から出れば間違いなく邪魔が入りますよ。今のあなたにそこまでの我慢ができますか？島から出ようとしたら間違貴様いなく全員さんの隕石物つまり、今現在、お母様はプフェルに対して本気を出すことができないのです。ということは？やっちゃう。ああ、いつも通りだ。あとは頼んだぞ。手加減してくれるとはいえプフェル君一人で？はい、頑張ります。やります。いくらお主の力が混じろうとも、そんな小僧を死なない程度にいたぶることなど簡単じゃ。わしが勝ったなら、その小僧を愛玩動物とし、息子が腐れわてるまで犯し尽くしてやるわ。ああ、楽しみじゃのう。甘く見ない方がいいですよ。プフェルはとても頑張り屋さんなので、姫様の特に、私を抱くためであれば、なあ、そうだろう？はい。VS、貪欲の邪優リブ。姫様に比べて体つきは控えめですね。姫様が僕を認めてくれたんだ。負けられない。本物の優の投稿をお主に見せてやろう。こいつ最は初は上下に移痺れるぞ。動しながら弾幕撃ちですね。上に来た時にグラドズ君のため技ぶち込みましょ。8分の1くらい削れましたね。この技ばっかやってくれないかな。
食べやすく串刺しにしてやろう。ガナッシュスピット。今の間抜けられないのか。攻撃が迫ってきたらステップで避けまし。や攻撃もできるグラドズ君の通常でいいか。そしてグラドズ君のため攻撃をぶち込んでやりましょ。僕が何とかしてみせます。見ててください姫様。その調子じゃ。このくらいはやってもらわんか。楽しめんからよ。ちょっと待って。るから何回も範囲攻撃来るし座右からの電気。待って、こういう攻撃苦手すぎて脳みそ CPU100% なるって。なんとか体力半分くらいで済んだか。美味しく調理してやるぞ。アップルおいおい、もうパラダイス1回ですか、女優さん。身を委ねろ、パルムフロスト。ウェーブ攻撃と、もう一つはなんだ？素早い時期狙い攻撃か。比較的避けやすい組み合わせでありがてえ。よし、体力半分以下になった。運がいいぞ小僧。わしの真の姿を目に収められるとはな。怖い。なんだあのでっかいもの。地獄の豪華じゃ、バッドスコーチパイ。 1発50ダメは痛すぎる。最大体力上げておいてほんとよかった。グラドズ君のため当てたいけど攻撃怖いので食べ物投げとこ。ありがたく賞見せよ、ディバインドロップ。投げ払いに、落雷攻撃ですね。落雷がプフェル君周辺狙いの時もあるのが地味にいやらしい。グラドズ君の通常で顔削ってあげようと思ったけど接触ダメも痛いからあかんわこれ。やっぱ食べ物分投げるのがいいっすわ。技の後隙にグラドズ君のため当てられるかな？口閉じてるとカチカチでダメージ通らないっすわこれ。てかあと一撃で倒せますやん。最後に食べ物口の中に入れてやるよ。最後の一発くれてやるよ、ほら。やったぜ。十数年程度の封印で、ここまで魔力が落ちるか、なんと忌まわしい。まあ、お主らを相手するには十分すぎるかのう。はぁ、姫様のお母さん、本当に強い。正直、勝てる気がしない。レベルが違いすぎるんだろうな。本当に規格外ですね。ひいき目なしに、今のプフェルは有族と比類ない力を持っているというのに。マジ？今のプフェル君流小娘が、わしをお主が物差しで測れるわけがないじゃろうが。そうですね。では、こちらも少し無理をするとしましょうか。一体何が始まるんです？姫様、何を？私も少し命をかけるだけだ。やめてください。僕が頑張りますから。何？この程度、人間であるプフェルが今ここで戦っていることを考えれば、本当に些細なものだ。でも、注射のために体を張れずに、何が主人なものか。随分と、おセンチな雰囲気を出しておるが、何をしたってわしには勝てないことくらいわかっておるじゃろう？そんなこと、やってみなければわからないでしょう？ここでスキル習得だと。スキル内容みんな強すぎてどれも欲しくなるなこれ。移動速度攻撃速度を上げることができる3セット地図にします。これは、すごい、力がどんどん溢れてくるみたい。姫様の命をお主かけたスキルだからそれは面白いんだろうね。あなたも得意でしたよね。己が有の力を人間に分け与え強化する、究極の補助術。あなたとは異なり、それを私はプフェルのために特化した専用の術として、より強力に昇華させました。そうだったんですか。僕のために、姫様。この島に来て、体を重ね、プフェルをゆっくりと私の魔力に慣らした。結果は見ての通りです。巨大な魔物も、獣人の王も、屈強な軍人も、神祖の吸血鬼も、超自然の行為霊さえも凌駕する。もはや、私たちと同様、竜族と同じ肉体と魔力を手に入れたと言えるでしょう。そして、まだまだ、これからですよ。また選べるのか。時間経過でダメージ減少するストロングインドラを選びました。どうだ、プフェル、まるで自分の体じゃないみたいだろう。はい、今なら何でもできそうです。その辺にしておけ。これ以上は、私をいつまでもあなたの知っている子供のままだと思わないでください。3回目来た。強くなれるのはありがたいけど姫様の命のことも心配になってきた。攻撃が当たるとアタックが増加するケルビングにしました。おい、バカか、そんなに魔力を流し込んだら。はあ、もっとだ。まだスキルもらえるんです。時間経過でアタックが増加するダーインスレイブにしました。おっと、さすがにこれ以上は無理か。姫様。女優さん表情一つ使えないのなんか不気味が多い。まあ、これくらいがいいところか。無理をしないでください。姫様に倒れられたら、僕は。私は大丈夫だと言っているだろう。魔力を使いすぎて、少しめまいがしただけだ。それより。どうだ、プフェルの方は、これだけの力があれば、なんとかなりそうか？はい、すごいです。自分の体じゃないみたいです。最強部だ。これなら、姫様を守れます。おい、なんだ？プフェル？違う？どうしましたか、姫様。ごほ。
何かありましたか？あれ、体に力が湧いてくるはずなのに、なんで、僕、倒れて、プフェル、プフェル、待って、プフェル君死んでしまう暗く。て、何も見えない、姫様。僕は、姫様。僕は、プフェル、プフェル、救いはないんですか？プフェル、プフェル、起きろ、起きるんだ。眠たい。プフェル、プフェル、虚しく響く姫様の声が切ない。プフェルさん、起きてください。口調が変わった。誰だ？誰の声？にゃう。うわ、なんか役所みたいな。プフェルさん、起きてください。あれ、どなたですか？年齢も教えてくれるかな。よかった。やっと起きましたね。ここ、どこですか？僕はさっきまで、これもう死んでるよな。細かい話は担当の方からいたしますので、左から3番目の窓口の方までお願いいたします。私はもう定時なんで。定時とどういうことですか？全然わけがわからなくて。ではでは、じゃあ、すいません、失礼します。行っちゃった。とりあえずセーブし。メニュー画面にいつもいた2人がいなくなってる。ダメみたいですね。セーブが終わったので受付さんの話を聞いていきますか。はい、こんにちは。お名前をどうぞ。僕の名前はプフェルって言います。プフェルさん、プフェルさん。プフェルさん、プフェルさんの種族は何ですか？種族？人間ですけど、あ、人間さんですね。人間さんの窓口は2番窓口になるんですよ。ごめんなさいね。種族によって使用はい窓口違う感じか。けどさっき起こしてくれた天使さんが3番って言ってたような。こんにちは、お名前をお願いします。僕の名前はプフェルって言います。プフェルさん。あれおかしいね。確認ですが、プフェルさんは人間ですよね。死ぬ前は人間だったそうですけどはずだよね。おかしいですね。もしかしたら私の担当ではないかもしれませんので、3番窓口でご確認を願えますか？はい。 3番に話しかけると物語が進むと思うので4番の話を先に聞いてきます。本窓口は本日の受付は終了しております。あの世でも時間という概念あるんですね。はい、こんにちは。お名前をどうぞ。プフェルです。プフェルさん。あれここでも見つからないかもしかしたら私の担当ではないかもしれませんので、別窓口でご確認を願えますか？たらい回しにされてますよでも左から3番目でって言われて、どういう意味だよ。少々お待ちください。ねえ、今窓口にいる方、人間なんだけどそっちの担当じゃないの？ほら、店員さん担当の緊急庇護指定世界から来てる。なんか難しそうなじゃああの子が例の S 級警戒個体の影響を受けた、第三種特定生物ってこと？ S 級警戒そうそうっていう、しかも緊急庇護指定世界でのレッドリスト IALA 指定種だから。無理、どれかだけでも1000年に1回くらいのケースなのに、両方なんて、変わってよ。やだよ私だって、攻守不安定世界の担当なんて、もともとレインさん担当なんだからあの人に任せれば。すいません、しばらくお待ちいただけますか？困った時ははそっちに頼むのが一番だな。大変お待たせしました全くどうして私がここまで。また会いましたね、中間管理職のレインさん。あなたは、改めまして私は天使長レインです。まあ天使長といっても私なんて実質ただの中間管理職でしかないのですが、現場帰りに実務仕事まで。そうだよ、さ。なんで僕、こんな場所に、というか、ここ、どこですか？大体あなたたちの世界が異常なんですよ。私たち天使が姿を現して直接庇護するなんて他にないですからね。はあ、言い方からむちゃくちゃな生物が多すぎるんですよ。力があるくせにどいつもこいつも好き勝手に。なんかすいません。僕のせいじゃないと思うけど。申し訳ありません。話がそれました。ここがどこかという質問でしたが、ここは天界の事務所の一つです。あなたたちの文化体系にのっとって例えるならば、死んだ魂の輪廻転生を行うための場所、天国、いわゆる死後の世界ですね。死後の世界って、僕、死んじゃったってことですか？自覚なかったですか？まあ、ここに来る方は大体そうですがね。意識取り戻したと思ったらでもいきなりここだ僕もんね、姫様のおかげで、どんどん力が湧いてきて、最強じゃん。こいつ、むしろ、それが原因とは考えないのですか？人の身には過ぎた竜の力をあれほどまでに取り込めば、負担がでかすぎて体壊れちゃった。ご覧なさい。その醜悪な魂の姿こそ、今のあなたの本質です。うわ言うみたいになっとる。これ、どうなって、過剰な魔力の提供によるショック死ですね。まあ、当然でしょう。竜族の濃厚な魔力をあれだけ浴びたのですから。身体が強くなっても人間の脆弱な魂など、何の価値もないかのように簡単に侵食され、死に至るということです。そんな、
そのままでは会話もままならないでしょうし、とりあえず仮にですが、元の姿に魂を戻しておきましょう。姫様、姫様。また会いたい。そう、あの竜族の姫、本当に何とかしてくださいよ。今もあなたを生き返らせようと必死なんですから。姫様が僕を？まあ、ギリギリ歌手と言えなくもない状態ではありますが、こんな状態から生き返る歌手がってレベルですね。生死を自在にする、なんと摂理に背いた存在なんでしょう。他世界では許されませんよ。そんなこと言われても。このまま生き返ることは人間であるあなたにとって本当に正しいことなのですかね。どういうことですか？過ぎた力を与えられ、人外の戦いに身を委ね、幾度も生気を吸い尽くされ、何度も死に至る痛苦を受けながらも死ぬことすらも許されない。それが今のあなたですよ。そんなこと言われても、僕はどうすれば？あなたを責めているわけではないですよ。私が言いたいのは、この世界にはあなたたち人間に分かれつすぎるということです。なんで神様はあの世界に人間を生み出だかしたのやら。ら、あなたに新たな可能性を提示いたします。なんか出てきた。これは何ですか？これは異世界へのゲートです。これでプペル君も転異世界？なんすかそれ。この先にあるのは、今あなたがいる世界と異なり、人間はとても繁栄した安定した世界です。周りの4人もどこかで見たこと同族同士の争いや集落間の格差はあるものの、自浄作用も働きながら安定して数を増やし続けています。人間にとって今の世界よりも明らかに生存に適した世界だと言えるでしょう。そもそもあなたの世界に純粋な人間なんてあなたくらいしか残っていませんしね。望むのであれば、この世界にあなたの魂を転生させることができます。マジ？竜という強大な存在と人間というか弱い種が同じ世界に存在するのは明らかな設計ミスです。その負債を人間であるあなたに背負わすというのはあまりにも哀れでしょう。先に亡くなった同郷の人間たちもすでに転生し、あちらの世界で穏やかに過ごしていることでしょう。きっとあなたもあちらの世界に行けば人間のまま性を享受することができるでしょう。私はあなたの意思を確認するためにここに呼び寄せました。僕の意思。ちなみにそっちの世界に姫様は？当然あなただけです。そもそも現段階で彼女は存命ですし、竜として強大な存在としてこの苛烈な世界においての役割があります。そうなんですね。そもそもあちらの世界に竜というものは存在しません。でも普通に存在してません。当然でしょう。儚い生物たちがたくましく生きる世界で竜という存在はあまりにも大きすぎる。一応言っておきますが、いつ死んでも転生できるわけではありませんからね。あなたの魂はすでにこの通り人間ならざるものに変貌している最中です。あなたがこの世界で韓流の彼女と生き続ける以上、あなたの魂はあちらの世界に馴染まないものになっていきます。そうなればあなたの魂をあちらの世界に届けることは叶わないでしょう。今の僕の体は？見ますか？ゲートの色まがまがしいなおい。未だかしのまま蘇生中のようですね。そう簡単に生き返ったり死んだりしても困りますが。姫様笑ってる。人間の生死などたやすく操ることのできるたわいもない事象だからなのでしょうかね。いえ、これは。そうだ、この笑顔。姫様は、僕が苦しい時、悲しい時に笑うんです。自分がどれだけ悲しくても、不安でも、僕を安心させるために、笑顔を浮かべるんです。やばい、ちょっと泣きそうになってきた。僕はそれがとても悲しくて。だから僕が一緒にいて、そばにいて。僕が姫様にこんな顔させちゃダメなのに。何もできない僕だけど、それだけが、僕の。行き先は決まったようですね。はい、何でしょう。さっきの話なんですけど、やっぱり僕は姫様とこの世界で。わかりました。ではそちらからお帰りください。なんか随分あっさりしてますね。あれ？まあ、こればかりは本人の自由意志ですからね。なんとなくそんな気もしていましたし。私個人の感情で言うなら、不可解を通り越して呆れてすらえるところですよ。痛苦というのは、体の危険を知らせる信号です。死に至る痛苦。それをあなたは一度味わっています。この世界にいる限り、物理的、魔術的損傷の危険性は極めて高い。彼女の手によって蘇るたびに、何度も何度も繰り返し、痛みと苦しみを味わうことになるでしょう。愛情やノスタルジーといった感情だけでそれを耐えうる、私の理解の範疇を超えています。
そこまで詳細に言われると、ちょっと怖くなっちゃいますけど。念のために言っておきますが、この世界の記憶を消して送り出すこともできますよ。でも姫様は僕の全てなんです。僕には忘れることなんてできないと思うんです。忘れないです。きっと、いつかあっちの世界で思い出しちゃって、すごく寂しくなっちゃうと思いますから。姫様がいない世界とか。わかりました。では、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一応断っておきますが、彼女はあなたを生き返らせようとしてますが、もしそれが失敗していたらそのまま死ぬだけですので、あしからず。魂戻ったら生き返り確定じゃないのか。驚きの事実に3度見するプペル君である。すでにあちらの世界へのゲートはもう閉じましたがね。何か意地悪じゃないですか？さあ、早くお戻りを。私はこの後も仕事がありますので。残業時間とんでもないことになってそう。あちらの世界には竜なんていないはずなのですけど、なぜか竜の話、概念だけは存在しているんですよ。突然なんだ？何の話ですか？伝説の架空の神話の空想上の生物として存在しないはずの竜が、あちらの世界では人間たちの間では語り継がれているのですよ。人間たちの想像力は実在しない生物に畏怖や畏敬の念を抱き、関係のない厄災と惨禍と勝手に重ね合わせ、ありもしない存在に自ら命すら供物として捧げる。そんな人間の比類なき想像力には理解に苦しんでいたのですが、きっとあなたみたいな人がいるのでしょうね。プペル君は姫様のなんか怒ってますか？みたいなもんだしね。あなたは元の世界で死んでください。その方がいいですよ。僕もそう思います。じゃあ、私はこれで。無事蘇生術は成功したようですね。姫様。プペル。おかえり。ただいまです。もう体は大丈夫か？はい、あの時にもらった力はなくなっちゃいましたけど、もう大丈夫みたいです。あのチートスキル使ってみそうか、それはよかった。そういえばあの後、姫様のお母さんはどうなったんですか？そういえば女優の存在はされてた。母様か？はあ、まったくバカな娘じゃ。自分の従者の限界もわきまえておらんとは。お母様、なぜ私たちを黙認したのですか？目覚めればまた私たちはあなたの前に立ちふさがりますよ。こんなやべえやつの相手もどちらにしろ、ね、もう罪じゃからな。戦闘が終わり、そやつと交わり、正気と魔力を得るつもりだったのじゃが、こうなってはそれも叶わん。さすがに瀕死のプペル君この状態ではわしといえど、お空の石ころはどうにもならんからのう。魔力あればいいんじゃならば、婿殿を蘇らせた方が後の楽しみが増えるじゃろう。なあに、数十年、数百年程度、造作もないことよ。数百年はさすがにプペル君寿命で天国行ってますよ。ありがとうございます。そうだったんですね。姫様のお母さんも一緒に、僕のことを助けてくれたんですね。よかった。ほだされるなよ。本気でお前のことを狙ってるぞ。封印が解けた時には気をつけろよ。数十年、数百年だと、その頃には僕はおじいちゃんになってますよ。姫様の魔力持ってるから数百年なら生きられるのかな。そうだ、お母様に聞いてみたんだが。そういえば、お母様はどうしてあんなことをされたんですか？あんなこととは何じゃ？英知のことか？娘の前で皆まで言わないでくださいよ。ぼかしてるんですから。そうじゃな。理由を聞かれてものを、やりたいからやってたとしか言えんが。あれじゃ、強いて言えば一目惚れじゃな。一目惚れした人数を多すぎてそんな情緒のある感情じゃないでしょう。そうでもないぞ。我々竜族は他の種族に比べて長寿で強靭じゃろう。だからこそ、弱い種族を見ると、なんというかこう、キュンキュンしてしまうんじゃ。人間という乙女みたいな言葉で自分の行為をすり替えないでください。てへぺろ。ははは。もうめちゃくちゃだよ。笑うしかないな。自分が悩んでいたのが馬鹿らしくなる。悩んでいたんですか？姫様が？今後の人生私のことを悩みのない能天気な女だと思っていたのかい？そういうわけじゃないんですが。私だって悩みがあるんだぞ。強大な力と圧倒的美貌を持つ私だからこその悩みが。すんごい贅沢な悩み。王の悩みだ。お母様と戦った時もそうだ。人間の限界も知らず、良かれと思い、力を与えすぎて少年を壊してしまうところだった。人間を壊さない。こんな力を持つ竜の私が、人間と、プフェルと一緒にいていいのか、とな。姫様。だがお母様と話をして思ったよ。いくら悩んだところで、結局この感情はどうすることもできないんだ、ってね。
竜がどれだけ力を持っていたとしても、所詮、暗い、眠り、交わる、人間と同じく思考する一匹の生物でしかない。神様だって、私たち竜を本気で世界の守護者にしたかったのなら、こんな風に作っていないだろうさ。神様は生物たちの霞を食って生きるには、世界は魅力的すぎるし、私たちは感情に溢れすぎている。そうですね。やっぱり、一人ぼっちは寂しいし、一緒にいると楽しいですよね。ああ、それを確かめるために、私は、少年と共にこの島に来たんだ。改めて思うよ。立場とか、種とか、未来とか、世界なんかよりも、この、愛おしい、という衝動を大事にしたい、とね。やっぱ血は抗えない僕も、これからのことなんてわからないですけど、もっともっと、いっぱいいっぱい、姫様と一緒にいたいと思いましたよ。そういえば姫様のことを許ってして会えないんです。姫様は、姫様は僕のどこが好きですか？攻めた質問しますねプペル君。僕は姫様のこと、出会った瞬間から好きになっちゃいましたし今もどんどん大好きになってますよ。上限なさそうだしとんでもないそれが、どうしてかと言われるとわからないです。気がついたら好きになっていましたので。姫様のお母さんと一緒ですね。姫様？ストレートの告白で姫か様照れて勘違いするなよ。え？いつ、私が少年のことが好きだと言った？愛おしい、とか言ったから誤解させてしまったか？つがいとして認めてもらうために母親にだって、姫様のお母さんにも僕のこと紹介してもらったし。冗談もしてください。それはそれだ。単純に繁殖の相手を伝えただけだよ。それが少年だったのはたまたま、偶然、身近にいたオスだったというだけだ。よかったなスーパーラッキーボーイ。ラッキーボーイだぜ。まあ、ほら、なんだ。空腹の時なら、なんだって美味しく食べれてしまうものだろう？邪竜です。ここに邪竜がいます。僕が仕えていたのは悪い姫様でした。封印しなきゃ。ははは。なんだ、今更気づいたのか。残念でした。姫様？ほら、また腹が減ってきてしまった。このままでは悪い邪竜に食べられてしまうぞ。なんていやらしい。どうした？抵抗しないのか？嫌なら抵抗してみろ。ずるいですよ、姫様。ふふふ、それじゃあたっぷり味合わせてもらおう。竜姫は腹ペコなので、な。タイトル回収きたこれ。素晴らしい。シンシンフォレストの皆はいつも通りだ。いつも通りすぎるから、もうちょっとなんとかしてほしい。スースラちゃんボルケーノまで行って食べ物テイクアウトしてますやん。火山ではサラマンダーさんが撮った僕の写真が大流行になってる。タウラさんが見たことのないの量のお金を渡していた。おかずには困らないね。海ではテウルスさんとメシナさんが喧嘩していた。でも、ちょっと楽しそうにも見える。この二人の会話聞きたいな。エルジェさんたちがホテルの片付けをしていた。久々に北島の居心地が良かったらしくしばらく帰らないそうだ。見て3件こ作らってますやん。レインさんが空に浮いている隕石を何とかしようとしている。姫様も手伝えばいいのに。プペル君は隕石のこと知らないんだったね。制作、確かに様。Thank you for playing. 素敵なゲームを実況させていただいた、確かに様。本当にありがとうございました。あ、この後 H シーンなのでカットです。ここからは投稿者による打足考察コーナーです。まずはプペル君に関すること。なぜプペル君は記憶を失っていたのかです。ライラックの記憶を見たとき、初太プペル君は自分には両親がいることや村の長がいることは覚えていました。しかし、島で姫様と出会って全てが終わったとき、この全てが終わったときというのは、多分邪竜と連合軍の戦争だと思っています。そんで、姫様とプペル君は島を出て行き序盤で出てきた屋敷に住み始めたと思われます。住み始めた頃は多分まだ両親のことなどは覚えていたと思うんですよ。けど、そこから十数年経ってこのゲームが始まった時のプペル君は島にいた時の記憶を失っています。なぜなのか？それは、解離性健忘の影響だと思います。解離性健忘とは心的外傷やストレスによって起こされる記憶障害で、自分にとって重要な情報が思い出せなくなります。なぜプペル君はこの解離性健忘を発症してしまったのか？それは、邪竜戦争で両親や村の人間たちが亡くなったことを知ってしまったからです。幼いプペル君にとって戦争はもちろん、両親が亡くなることはトラウマになってもおかしくないです。だから解離性健忘を発症し記憶をなくしたんじゃないのかなと、少ない脳みそで考察してみました。はい、じゃあ次。最後にホテルアマリリスのセーブ画面のを見て終わりにします。バジェット。いらっしゃいませ、お客様。当ホテルで一番格安の部屋ですがご了承ください。まずはあなたのことを見極めさせていただきます。エコノミー。館内が暗いですか？光を照らすのは構いませんが、興奮した従業員たちが、お客様に襲いかかってしまうかもしれませんよ。アッパーミドル。どうぞこちらへ、もっといいお部屋でおもてなししましょう。お客様にはその資格があります。とても美味しそうでいらっしゃいますので。ラグジュアリー。さあ、最上級の客室を用意いたしました。早く、
乾杯をいたしましょう。あなたの血をもって最高の宴席を。チェックアウト。いかがでしたか、当ホテルは？お客様が望むなら、永遠にご滞在いただいても。そうですか、またのお越しをお待ちしておりますわ。終わり